広島のメーカーなんですけど、つけて焼くらしいんですけど、これ見えるかな、下に落ちてるの。超おすすめです。はい、ありがとうございます。全部見ていったらキリがないぐらい種類豊富なんで、これがディーンの、セミワイド8段キャビネット。こう腰でバーンと押してもこう入っていくような。はいはい。ここは何コーナーとか名前あったりするんですか？ここはですね、ジャパンツールズって書いてるんですけど、日本のメーカーのものをちょっとこう集めて、このお店の立地上ですね、海外のお客様結構多くて、で日本メーカーの工具を目当てにご来店される方が多いので、ちょっと分かりやすいように少しコーナーを作ってます。ラインナップとしてはノギスであったり、おなじみ富士屋さんのモンキーとか黒金もあるし、普通の富士屋もあるし、ニッパーとかスペッセルのドライバーとか、ちょっと変わり種で、これ結構人気ですよね。はい、これ爪切りです。キッチンバサミ、主婦の方も楽しめますので、富士屋さんとかは僕の動画でも結構検証してるんで、気になったのはこれですね、坪さんということで、これマッサーニキやね。はい、広島のメーカーなんですけど、坪さんの壺の話知ってます？これ味噌につけて焼くらしいんですけど、でその味噌が壺に入ってるから、なんかヤスリ屋さんの名前が壺つくのが多いらしいです。これは高野倉社長の YouTube で見ましたこのブライト900って僕らオレンジのやつよく使うと思うんですけど、この青いやつ何が違うねんって言ったら、この網目がね、根詰まりしにくいんですよ。ですごく削って滑らかな表面になるんで、僕配管とかレール加工した後ブライト900で研いでます。そしたらマッサーニキの方から坪さんの凄さ、はい実践してみたいと思う。このヤスリ押す方で、押し線やね。はい、こうグッと、これ見えるかな、下に落ちてるの。材質はこれはアルミです。アルミって柔らかいんで、結構そのヤスリの目に詰まりやすいんですけど、これがここにだから詰まりにくい。詰まることによって研げなくなる。そうです。本来ならこっちが油目になるんです。これでさらに滑らかになると思います。味噌につけてるから。そうっす。味噌漬けステンレスもいけるみたいな。そのボルトはステンレスなんやね。はい。だから僕らで言うと中目が一番使いますね。配管といたりそういう感じで、このボルトを削ることはあんまりないんですけど、この半丸もあるんで、僕らは半丸の方がいいと思います。配管もやすれるんで。だから配管とか僕よく使うんですけど、綺麗に削れるからこうずっとやっちゃうんですよね。これブラシもあります。はい、そうです。ブラシもあります。ヤスリ掃除用のブラシもあると。タイプが僕らがよく使う配管とか研ぐ半丸、三角と丸ですね。僕らこれですね。この音がもうちゃいますもんね。これはまさにこれですね。なんかこうキリコがよう落ちてるからやっぱ研げてるんや。そうですね。研げてる。坪さんね、初めて知った方も多いと思います。僕もマッサーニキから聞くまで知らんかったから、一回手に取って使ってみてほしいですね。半丸中目2541円ということで、ぜひ一度使ってみてください。おすすめはねます。超おすすめです。はい、ありがとうございます。これなんて言うんですか？これはツールチェストとかキャビネットとかそんな感じ言われてますね。これ何使うやつですか？これ全部引き出しになってるんですけど、この中に工具をしまえるんですよ。なおかつキャスターがついてるんで、例えばよくみんな自動車屋さんなんですけど、自分の工具入れてて、車入れるとこ何台もあると思うんですけど、こっちの車整備が終わって次の車整備するときに車を動かすんじゃなくって工具箱と一緒に自分が動いていくみたいな時にこういうのを使ってますね。これ僕だったらその番屋さんに番組に手伝いに行ったりするんですけど、これで結構やってる人多いですね。そうですよね。工場系の人もやっぱりその片付けれるし、その工具と一緒に移動できるからっていうんで、こういうのを使ってはる人多いですよね。こういう風に結構重たそうなキャビネットボックスやけど普通に動かせるから、もう盤動かすの大変やからこいつを動かしていくということですね。全部見ていったらキリがないぐらい種類豊富なんで、 KTC さんであったりティーンさんであったり、バーコさんということでね、実は上にもあるのをさっき見たんですけど、ディーンさんのこのキャビネットボックスに今回ちょっと注目して、何がいいというか、おすすめポイントみたいな。一つだけピックアップさせてもらうんですけど、これがディーンの、セミワイド8段キャビネット、限定カラーで白で作ったやつで、もう今はちょっと非売品なんですけれども、ちょっとこれで説明させていただきます。これの違い色は売ってるってことですか？はい、これの、黒と赤はレギュラー品で販売中です。白が
もう限定ってなくなったそうですね。はい、まず引き出しのねパターンが結構違うんですよね。ここが深くて、あとはここがこう浅くてちょっと深くて、で一番下こうかなり深い。まずはこの引き出しに何を入れるかっていうのでこう工具をしっかり仕分けできますよね。あんまりこう一番深い工具箱ってそうないんですけれども、そうなんですね。銀はねあえて深くしてるんですけど、これなんでかっていうと、まあ、整備士さんとかってこういうまあソケット、まあ、このラチェットにつけられるソケットですね、これをよく使う。で頻度が高いものをなるべく上に入れたい、ユーザーさんからヒアリングしてこういう風にしたんですけど、でこれってソケットってこういろんな高さがあるんですけど、これは結構深い高いディープソケットって言ったりするんですけど、寝かしてこう入れれば入るんですけど、まあやっぱりこう立てることで収納の幅広がりますね。立てて入れるためにここあえて深く入れてます。おー、これを何個も置くことができると、そうですね。よく使うこのディープソケットをこうまず1段目に立てて入れるために深くしてます。ニーズに応えて作ってるということで、結構やっぱり日本のそのまあ工場って狭いところが多いんですよ。だから本当はこういう大きいキャビネットを置きたいけどなかなか置けないからやっぱりこういうサイズすごくよく出るんですけど、やっぱりたくさんのものを収納したい、この中でなるべく完結させたいっていう声が多くて、で一番困るのはこういう長いハンドルなんですよね。これもこういうまあソケットをつけて使うものなんですけど、スピンナーハンドル、まあ、ブレーカーバーとかって言ったりするんですが、これって例えば、こっちにあるこういうボックスですとこう入んないんですよね。横が斜めにするしかない。こうするしかない。でこうするとやっぱり幅取っちゃうんで、そうですね、これでこう置けるものがこう決まってきちゃう。だこれをどうにかこう横に入れたいということで、これだいたい600ミリの長さなんですけど、これがこう真横に入るサイズでぴったり収まるサイズで作った。これはよく使うものなんですね。よく使います。整備士さんはよく使います。だからこそこのサイズに収めつつ、あんまり大きくならんようにということですね。特徴としてはですね、まずこれ最後ちょっと押すとストンって落ちるんですけど、半自動みたいなことですね。そうです。オートクローズシステムって言ったりするんですけど、引き出しにこうバネをつけて、で勝手に入るように、だからこう腰でバーンと押してもこう入っていくような、中に結構重たい工具が入ってるんで勝手に閉まってくれるっていうのを採用してます。であとは1段開けると他の段ロックかかるんですよ。これそれはなんかメリットがあるんですか？これは結構こう皆さん工具バンバンに詰めるんで、引き出しに荷重かかるんですね。でこれ同時に開けちゃうとこっちに荷重が寄っちゃって倒れちゃうんですよ。なのでその転倒防止機能としてそれをつけてます。そういう緻密なところまで考えて作られてるということで、あとはまあキャスターもそうなんですけど、結構ねこれはキャスターを太くしてこう工場って側溝が多かったりするんで、そういう側溝を越えられるようにしたりとか、ワンタッチでロック解除、踏むとロック、これも結構皆さん喜んでいただけるんですけど、デコボコな段差とかやっぱりありますもんね。そうですね。あともう一つはキャスターなんですけど、他メーカーさんのキャビネットって片が2輪固定されてるのが多いんですね。これ今こうフリーに動くじゃないですか。他のメーカーさんってこう固定されてるんで、どうしてもこう横移動してくるっと回して移動するっていう移動しかできないんですが、それだとやっぱり狭い工場ではなかなか使いづらいんで、このまま引っ張ってくれる、このまま回転しちゃうみたいな、移動もすごいしやすい。コマが万能なんですね。こういうところもちょっとこだわって作ってます。これはほんでテーブルにできるんですね。これはねオプション品なんですけれども、作業台としてこんな形でスペース拡張ということで、ここを作業台として使ってます。キャビネットコーナーでした。気になった方ゆっくりね見に来てください。今日はちょっと紹介しきれないですけど、いろんな機能がまだまだあります。スナップオンっていうメーカーがあるんですけど、そこと世界で勝負するためにできたネプロスっていうブランドなんですね。誰もが憧れるっていう工具なんですね。憧れのブランド。憧れのブランドですね。もうキングオブツールと言われたりもしてます。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。